行くのか。おはようございます。6、7、8、9。おはようございます。4、5、6。ちょっとやっぱラグがあるのかな。定例の土曜日のですね配信をしたいと思います。土曜日の朝のね、だいたい土曜日の朝ほぼ、予定がそんなにない時はやっております。日曜日の方がいいんですかね。日曜日はなんかどっか行ってること多いからな。ついに梅雨が来ましたね。くっさ梅雨の前は皆さん梅雨はどうやってお過ごしですか。今日はですね、なんかリクエストもらってた電車とか乗り物書いてほしいというのを誰かからもらっていた記憶があるんですが、あと焼き魚を書くというのをもらってますがまだやれてませんごめんなさい。乗り物が車やったりで、路面電車はダメでしたか。こちらの写真をもとに描いていこうと思います。こちらの写真をね、マイクはいってますかね大丈夫ですか。すごいチャットがわーっと来てる。ちゃんと見てなかった。なんか変直しちゃった。変直しちゃった。なんか変なになってるぞ。ごめんなさいね。恐ろしいことになってました。おはようございます。皆さんね、久々おさえさんも土曜休みです。ちゃんまこさんも伊藤千恵さんも松本めぐみさん、ライムさん、みちみさん元気、ゆうさんももうこんばんは。伊藤千恵さんもおはようございますと。はんちゃんさん、さつきさんおはようございます。ひさうさぎさんもおはようございます。赤坂さんもおはようございます。久保さんも松岡さんもちゃんまこさんもおさえさんもささはさんものりおっちゃんさんも夏伊藤さんもよしひこやりえさんも久しぶりじゃないですか。魚谷さんも稲葉さんもお願いします。赤坂さん焼き魚気になるさらず気にあんましてないんですけどね焼き魚やったらどんなんで書けばいいのかなと思って、写実的になんかマイクに頭が当たるな。マイク声大丈夫ですか今日。ちょっともうマイクのなんかやっぱ USB 間に入っている USB の問題やったっぽくて、ちょっと USB をもう外しました。なんかこうハブっていうの、もうそれが多分問題やったみたいで、もうそれにくっつけるといろんな不具合が起こることが分かりまして、もうそいつごと外しました。もうええわということでズボンと外しちゃいました。これポルトガルのねポルトっていうとこですね。でこんなんを現場でスケッチしよう思ったらもう地獄ですよ。めちゃくちゃ難しい。理由はいくつかあるんですけど、そのうちの一つは電車動くやろっていう問題ですね。スケッチしてたらすぐどっか行ってまうやろっていうことだったりとか、建物の複雑さですね。でもうパースって分かりますかね。でこれちょっと坂道になってるんですよね。だから坂道になってるからちょっとまたややこしくて、でこの路面電車自体はどうなるな。これはちゃんとあれかな。だいたい自分の目線はこんな感じやけど、なんかこう急勾配になってる感じがしますよね。こういう風にこうハの字状になっていて、こちらの方でこうずっとくっついてったり、こっちの建物はこうなってって、でこう自分の目線の高さこうでしょ。でこうなっていくんですけど、こうなっていったら今度こっちの面が見えてくるわけですよね。たまにこうなってて こっちの面もこうなってはる人います。はいよかった、良好ですと。キリンレモンさんも音声ありがとうございます。サモヤドマッシャさんおはようございます。初めて参加嬉しいですね。初めての方ね、今週なんか鬼高評価初めての方が0人になってて、ちょっとなんか寂しいもんやねと思いました。なんかね登録者も2500人に行ったけど、そこからなんかちょっと減ってるんですよね。僕の口が悪すぎるんですかね。いいやと思いながら、鉛筆で下書きをしていってます。 2B を使っていっております。 2B の鉛筆でちょっとこういうパースのことを気にしながら形をやっぱり何度もちゃんと見て、ちょっと集まってくるまで少しね下書きをしておこうかなと思いますね。ほんとね、もう6月ですね。早いですね。もう本当に皆さん税金の季節はいかがお過ごしですかなんだか落ち込みますよね。いや頑張っている証拠なんですよ。もうそれはもう妻からも散々言われるんですけど、なんで落ち込んでんのみたいな感じで言われるんですけど、い
にしても健康診断1回であの額は高くないかというね、そのちょっとメンバーの人しかわからないんですけど、はい、もうなんかね、子供のあれやと思えばね、ちょっと我慢できんちゃうのって言われました。そうやねっていう感じですけど、ぐちぐち言っております。皆さんも皆さんの日頃の愚痴をぜひぜひコメント欄に書いてください。うちの旦那は土日パチンコばっかり行ってますと、ゴルフばっかり行ってますと、付き合いやと言ってゴルフにばっかり行ってますとかね、愚痴書いてください。またしてください。キリンレモンさん、ふうみんさんも、カメポンさんもおはようございます。ポンさんもおはようございます。はるさんもおはようございます。はるさんね、梅雨ですね。あとなんかクワガタって6月意外と取れるんですよ。これ本当に僕の YouTube 様々でYouTube に上げてくださってるやっぱ素晴らしい諸先輩方が申請中のなんかコクワと全然興味ないですね。ちょっと前までうちのチビが、下で、クワガタを出して遊んでましたが、今なんか落ち着いたっぽいですね。お兄ちゃんは弟は今仮面ライダーの質問してくださいね。こんな風にダラダラと意味不明な話を始めますので、仮面ライダーのベルトをなんか久しぶりにつけてなんか走り回ってますね。またね、やっぱ雨の日のね、雨の日のなんか皆さんどういう風に東京とかでも電車に乗るまでもね、雨の中行くの嫌やしね。皆さん子供いる家庭はどうなんですか？よいしょ。北海道はやっぱ梅雨ないんですか？もう羨ましいな。もうずっと週間天気予報雨ですよ。もうほんと嫌になりますよ。ちょっとラフに書くとことそうやないとこのなんか分けてみようかなっていう感じで思ってたり、その初めの段階の下地でちょっとザクッといくとことなんか遊ぶところみたいな分けてみようかなと思います。北の恋人さん、お絵かき教室に行ってきます。北の恋人さんいいですね。お絵かき教室ですか。札幌は梅雨ないんですか？なんかね、よいしょ。皆さんね、なんかね、去年の今頃は僕は北海道行ってましたね。6月のね中旬ぐらいとかは行ってましたね。北海道に見たらなんか多分6月の札幌ドーム界隈でなんか書いたりとかね、なんかしたりとか、なんか悲しい事件が起きてましたね。私がライブ配信した場所でなんか悲しい事件が起きてたりとかしましたね。ご冥福をお祈り申し上げます。よいしょ。この位置がなんかもうちょっと右なんやけど、下のこれで比較するとなんかちょっとあれになってしまってるな。ね。よいしょ。小田さなえさんもおはようございます。スマイリーひろみさんもおはようございます。ウィザールバさんもおはようございます。なんか今日入り早い気するね。そんなことはないか。皆さんある程度ちょっと揃ってきたんでいきましょうかね。こうした投資図法を意識してどんな感じでいこうかなとまだ頭の中でぐるぐるしてます。ここになんかこういうのあるんですけども、そういうのは書いても書かなくてもいいですけど、これ構成的にはなんかこっち側にどうしようかな、書こうかな。なんかここに分割するものがあった方がええような気もするから、書く前提でちょっと動いとこうかな。よいしょ。ちょっといろいろマイクいじったり、BGM いじったりとかしてますんで、もしなんか不具合とか BGM でかすぎるとかいろいろあったら言うてください。よいしょ。よいしょ。あとあれですね、なんかチーム芋焼酎はグループ展を今度またやるんですね。面白いとこ見つけてきますね。やっぱあれだけ人数いると自分の行きつけのなんかお店とかがあって、でそれね、猫カフェ、あれ誰が見つけはったんですか？やっぱ絵描き猫さんですかと僕はふと思ったんですけど、猫カフェで今度展覧会やりますっていうのとか、あとはね、札幌の岡田さんね、もう名前友岡さんなんですけど DM に名前載ってたから言いましたけど、
とか個展やりますとかね、皆さんね、菅沼さんとかも個展されたり、あとM黒江さんとかもね展覧会結構されていてとか、まあ初個展っていうのはね、ある程度こうなんか目新しくて人も集まってね、ご祝儀的な感じでこう絵が売れやすかったりするというのは、まあ、一般的に言われていますのでね、こう皆さん2回目以降が正念場となりますよ。よいしょ。今日アバロン使ってます。アバロンまあ全然使ってへんかったから、はい、やっぱり結構波は打ちますかね。まあでも値段的にはどんなもんやったかな。アバロンという水彩紙を使ってます。ビューと。まあ空はね早めにこう描いてしまおうかなと。ちょっとここにね単色で描いていたらちょっとウルトラマリンとかをスーッと入れてあげたりね、ちょっと違いをつけてあげたりとかするだけでピュッと。すいません。ティッシュがね、少しドライヤーで乾かします。すみません。あれどこ行った？あら。ドライヤーで乾かします。乾燥中。すみません。ちょっとあれですね、ムラができやすいね。すごい勢いでムラというかこういうのできてしまいましたね。すみません。紙が悪いんじゃなく私の技術が悪いんで申し訳ございません。さあ、ちょっとパレット見えなくて申し訳ないですね。ちょっと見えてるかな。ちょっとどこにこいつを持ってきたらいいかはわからないですが。ちょっと大胆な下地という感じで、少しやっていけたらなと思います。明暗を先につけるのか固有色をつけるのかみたいな問題がやっぱどうしてもあると思うんですけど、ちょっとこうポルトのですね強い日差しみたいなのを考えると先にこう明暗をつけていく方向でいこうかなと思います。明暗で、雨降っとるな。本当ね、子供育ててはるところの家庭ならね分かると思うんですけどね、公園とかでねなんか遊ばせてたらなんとかねなるんですけどね、うるさいやつらもねちょっと静かになるんですけどね。皆さんはどういうふうに子育て時代を過ごされましたか？もうガチャ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 言うとんな。ガチャガチャガチャ。これはなんかコントラストがある程度こう強くついている、モチーフを描いていますので、モテーフ。
ウルトラマリンブルーと、バントシェンナ、最近ちょっとよくこれ使ってますけどね、2つで、やると分離色になるから、バントシェンナとかバントアンバーぐらいかなを使いながら、やることが最近多いですね。分離色分かれてくれて、それはそれっぽくてなんか水彩っぽくなるので、分離色こう分かれるので、この2色を混ぜるとですね、なんかこう紙の粗めの紙とかやったらば特にこう顕著に出ます。そんなもんね、この YouTube 始めて、ちょっと自分なりに分かってきたことですもんね。芋焼酎の会のグループで、リーダーが焼酎飲めないというね、謎の会なんですよね。よく分かりませんがね。よいしょ。飯田橋ってあれですよ、東京ドームも昨日負けましたね。打てないですね。ブチブチ打てますけど、打てないですね。ね、もっと若手がもうね、頑張らんといかんよ、もう本当に。ね、思ってるより水が多いって結構皆さんに言われましたね。この間もね、やった時とかですね。でそしたら結構こうその間に遊べるというか、乾いてないうちにこう遊べたりしますからね、水多いとね。この中でもちょっと濃いところあるかなとかですね。そして、一番の、ね、メインのこの、チンチン電車ですね。なんか質問あった？三井優さん、小学生って質問ありましたかな？ごめんなさい、だいぶ進んでますね。伊藤夏美さんが見つけたカフェギャル。伊藤夏美さんなんですね。渡辺さん、ありがとうございます。場所教えていただけたらお伺いし、皆さんの作品を拝見したい。鬼高評会の方で、多分明日か明後日かしあさってか、分かりませんが出ますので、あと、ちょっと覚えていたらコミュニティ欄の方に、載せれたらと思いますけども、明日か明後日かしあさってか、お名前でね検索したら多分出てくるんちゃうかなと思うんですけど、いいですよね。なんかね、皆さんでそうやってね協力し合って、なんかこう仕事してた時全部私がやってましたもんね。そういうの若い人がやってくれると助かりますよね。何でも自分でやってたから、そりゃパンクするわと思いますよね。いいですね、そういうこうなんかねコミュニティで、なんかこう大人のこうね、大人になってからのお友達とかってちょっといいですよね。仕事場とかではね、なかなかこう友達という感じにはなりきれないところもあるけど、共通の趣味とかでねなるのはすごいいいことですよね。で、私の悪口を言うんでしょ、ワタミかなんかで言うんでしょ。いいですね、最高ですよね。どうですか、東京は。私たちに伝わってきている情報はなんか面白ポスターがいっぱい貼ってあるぐらいの情報しか入ってこないですけど、どうなんですか。面白ポスターがいっぱい貼られてるという合法やからええやろっていうね議論と、なんか面白そうやなと思っては見てますよ。客観的には面白いことが東京で起こってんねやなと。掲示板をまた増やしたりねするとかね、そんなんでも税金かかるんですけどね。
そこにこう増やすだけじゃなくて、そこに借り出される都の職員の人ねえ、もうもっとネット選挙解禁になってくれる部分があってもねいいんでしょうけどね。なんか質問あったんですか？そうそうそう、赤坂さん。小学生の時に、空を青で描くと叱られて塗り直されました。それがなんで怒られたのね。今僕は青で塗りましたけどね。そうなんや。それはちょっと申し訳なかったですね。青で描いたのは申し訳ないですね。すごいこう村っぽくなっちゃったんですけどね。手厳しい芸術家肌の先生やったんでしょうね。青に見えるのかお前はこの野郎とか言われたんですかね。ケーキはなんちゃらうちのちび弟くん特にね、もう仮面ライダーばっか歌ってますね。まあなんかほとんどもう単色で今単色っていうか2色を混ぜ合わせたこうねあれで書いててますよね。なんかこう青系が強いとこと赤系が強い、赤系っていうのはバーンとシェンヌの方ですけど、なんかそれによってちょっとこう分かれてくるというかね。これでメールを開いて赤坂さんのあれをしてこうしたら一人だけね宣伝するのもあれ、一応鬼高評会の方で基本宣伝するようにしてますからね。こちらでちょっと今ね古典ぐらいになるとやっぱねこちらのなんかコミュニティ欄やらないであれしてもいいけど、グループ展とかやりだすともうほんとキリなさそうなんで、音声また鳴ってます？エコー。音声鳴ってます？あかんなあかんなマイクがちょっとマイクのあれをちょっとプロパティ見させてください。いろんなとこから拾ってるという設定なんでしょうね。ちょっとみちみちさんさ LINE 送るからこれどれの設定にしていいか分からへんねんけど、ちょっと写真撮って今すぐ送るね送るねとか言ってごめんね、さすが元ね菅沢やったっけ。ちょっとさここの後ろのねこれどれに設定したいかちょっと返事ちょうだい。ごめんまだエコーかかってます？あらおかしいな。半分目立つための候補でしょうねと。 SNS だとインスタグラムが一番強いですか？松本さんちょっとねそれは自分で調べてみはったらどうですか？ね私はよくわからない、年齢層とかそういうの出てくるじゃないですか。これを利用してる多分 Facebook はもう中高年が多くなってんじゃないかなと思います。私がやりだした頃はそんなこっちゃなかったんですけど、今なんかそんな感じしますよね。X とか匿名な感じがして、あれがここのなんかどれか分かります？既読になったな僕さっきやりだす前に調べようとしたんですけど、まだエコーかかってます？今はエコーかかってません。かかった。ここの設定の問題なんかこれ一応ねもうパソコンに直でつないでるんですけどね、マイクの方向性は合ってます。一回マイク抜きますね、ごめんなさいね。つながってこれつながってもう直で USB のハブからじゃなく
いやーむずいわい。いやーむずいわい。ごめんなさいね。もう皆さん本当に方向性は合ってるっていうね。もう本当ごめんなさいね。マイクのあれかな、壊れたかなこんなやってへんと思うんやけどな。まあね、こういう機器もなんかすぐにね、なんか新しいもんとか出てきてね、やっぱそれが商売やから、そしてそれをかわすというね、そして僕はどんどんね、大変なことになっていくという子ですけど、ここに高級車、ドイツの高級車がありますね。ゆきゆきさんの国のですね。かかってる？なんか近すぎるんかな、声があれかな、いろんなとこから音拾ってるからなんかあれになるのか、マイクのこう差し込みが、ひろゆきさんもたまになんか抜いたりしてますよねひろゆきさんと同じのを何年か、もう2年ぐらい前に買ったんですけど、もう限界かな。もうこれ1個で10年はやりたかったんやけどな。教えてほしいですね。どのマイクが一番やとかね。ちょっとずれた。よいしょ。この辺はちょっとザクッといこうかなと。これでなんかシルエットね、外側から内側からこうやって、それだけで、なんとなく形見えるじゃないですか。なんかこう皆さんこうね、ここだけってやりがちですけど、こうやって例えば陰影だけでこう描くことによって、陰影というか影とかね、少しこうそれだけでこうもう形がある程度輪郭が見えてくるというか、なんとなくこういう電車やなとか、これでもなんとなくベンツやなとかね、見えてくるでしょ。エコーかかってます？一回抜いたんですけど、どうですか？どうですか？よいしょ。よいしょ。梅雨の時期は皆さんね、なんかね、外とかなかなか出れんし、梅雨で体調崩しはる人も多いんじゃないですか。子供がこうね、うちなんか2匹、昨日の動画ね、5人のお母ちゃんですごいでしょ、ね、なかなかね、すごい配信明るくて面白いですよ僕たまに見ますけど。よいしょ。よいしょ。本来のアクティブにないマイクが動いてるかもしれない。ただこういうのとかかなこういうのとかかな。さすがやな。何か違うのが動いてるっていうことか。じゃあ他のマイクが、一応使ってるマイクはこいつなんやけど、他のこう多分これもマイク機能ついてるんですよ。だからそれが動いてるってことかもしれんね。さすがみちみちさん。どうしたらええの結論どうしたらええのどうしたらええの、助けて助けて。東京からは羽田空港、空港まで迎えに行くよ、佐賀空港まで。ほんまに来たら困るけどちょっとこうザクッとね、もうしゃあない、ちょっと突き進ませてください。この間に最近買ったのはこいつなんですよね。だからこいつなんですよね。こいつが反応してる可能性あるってこっちゃね。なんかね、難しいね。こいつが反応して、これが音をたまに拾おうとしてるっていうことやろ、今の説明やったら。すげえな、やっぱな。エコー大好き山女、ヤッホー。今もエコーかかってますどうしようかなどうしようかな。
これにしてみようか。おはようございます。おはようございます。マイク自体を変えてみました。あんまりこう拾ってない。このマイクにしてみました。声ちっちゃくなるでしょ。それかこれのボリュームをちょっと下げたりする？どうってやってないな。そういうこっちゃね。だからこれの今マイクにしたんやけど、これのプロパティでなんか僕もパソコンちょっと強くなってきたね。OK で、これのなんか設定を変えたい。これのオーディオの詳細プロパティ、BGM、デスクトップ、マイク、わからん。基本エコーかかってなくていいからいいかと。なんかこの辺のこの子とかこの子のあれやね。じゃあやっぱ戻しますね。ちょっとこう小さい気がするので、いや申し訳ない。OBS 見こっちだな。ちょっともしかしてだからこのボリュームをちょっと低くした方がいいのか、低くしたつもりやが申し訳ない。大事なとこ途中で終わってしまってた。いや難しいね。おじさんがねもう一人でこうやっとるというね、それで皆さんのこう協力を得てね。でもなんかやっぱりちょいちょいこう視聴してはる人がキュッと減りますもんね。やっぱマイクエコーかかっててあれなんかな。ただこうやり方 OBS のやり方としてはでも多分なんか23日前もうちょっと前かもしれないけど4、5日前かもしれないけどリハックって元何ですっけテレビ東京のねプロデューサーやった人かな、高橋さんっていう人がやってはるチャンネルで僕が好きでちょいちょい見てるんですけど、なんかこうなんていう方なのかな、ひまそらあかねさんまあちょっとあんま細かく言うとなんか、怒られそうなんで、なんか怖そうな人なんで私からすれば怖そうな人なんで、なんか石丸伸二さんにこうなんか言いたいことがあるみたいな配信があって、でその出だしの段階オープニングの時にこうひまそらさんっていう人も YouTube をされてて、でなんかこう双方向でやってて、でなんかそのリハックの方は、前半一番初めの冒頭は映してないんですけど、もうちょっとこう配信が始まる前の段階のなんか音の調整みたいなのをずっとこうひまそらさんの方のチャンネルでやってはって、でその時に言ってたのがちょろっと言ってたのが OBS って言ってたんで、僕が使ってるのと同じこの無料の配信アプリ翻訳されてますね。弱いエコーで復活しました。ボリュームを少し抑えたら、僕そんな大きい声で前が近すぎるのかな、前はそんな出てなかったから、それもあるかもしれないですね。すごい賢いからあれかもしれないね。ごめんなさいね、もう皆さんね、もう本当に皆さんの協力のもとちょっと話して喋ります。そのひまそらさんの方ではちょろっと言ってたんですよ。これ OBS がどうちゃらこうちゃらって、こんななんか元テレビマンでっていう人もこれ使ってはんねやって、なんか僕もこう全部インターネットで調べてね、 OBS っていうのがこうゲーム実況者とかの使ってはるやつですよとかって、おじちゃんもこうやってねやったわけよ。誰から教わるわけでもなくね。でその中でもちょこちょこ広瀬試験さんとかね、そのみちみちさんとかがこう教えてくれたりとかするんですけど、基本的には僕自分でこう調べて、これがいいと書いてあったらそれでいこうかなとかっていう風にやってます。音を抑え気味に喋ってます。ここのマイクかなんか、これとこれが近いんかな。これ切ろうかな。
今多分新しくつけたのこいつやから、こいつちょっと切ろうかな。ちょっとごめんなさいね。横からカメラを切ろうかな。これが実は新しいやつで、そうしたらちょっと今日は上からのみでこれ切ろうかな。これとこれがめっちゃ近い位置にあるんですよごめんなさいね、本当申し訳ないね。100人ぐらいまでいったらまたね90何人まで減りました許してください。こうね、パソコンがあんまり好きではないおじさんが頑張っている配信でございます。それで使っているって言ったところ、ちょろっと言ったところ、あ、そうなんや、もっとテレビマンの人も使っているようなあれなんやと。バグとかがあったらこうね、なんか世界中のその皆さんがこうバグとかがあったらあれしていくんでしょ、こう皆さんでこう直していくというような無料配信、無料アプリでなんですよ。すごいなと思って、言うてることわからないでしょまあおじさん頑張っとるという話ですよ。ざっくり言うとね、おじさん頑張ってますということです。翻弄されてますね。翻訳じゃないね。これちょっとマイク、これとこれ移行マイクを抜きました。さあどんな反応をするでしょうか。普通に考えたらね、新しく買うたんですよ。こういうこうね、こういうカメラカメラ今4つぐらい買ったかなちょっとでもね、皆さんにねと思ってやるのが裏目に出ることも多々あります。許してください。悪化しました。悪化した。ほんまに悪化しました悪化した。もうやめようかごめんなさい。やめましょうかね。すみません。もうわからないです。当面悪化したか。わからんな。申し訳ないです。ちょっと配信をやめましょうか。原因っていうのがあるんやけどね。どうやる。悪化した。ちょっと方向性を変えるということでこっちでやってみましょうか。悪化したと言われてしまった。よいしょ。みじみさんありがとうなんか悩みますね悩みますね。一応そちらのみじみさんのあれでやってみました。悪化したか。マイク自体も変えんといかんのかな。ちょっと固有の色を少し置いていってます。喋らなかったらええやねシンプルにね。メインマイクが音を拾いにくくなるとエコーし始める気がします。いやモサイさんありがとうございます。どういうことだろうね。もう一回抜いてみていいですかね。これだけやっても頑張ってね。皆さんにね、なんか迷惑ばっかかけて申し訳ないです。もう本当ごめんなさい。一人でやってると落ち込みますよ。これはね、皆さんね、経験されたこと多分あんまない人が多いと思うんですけど、かなりこう皆さんに喜んでもらおうと頑張ってるんですが、お金ももちろんかけてね、
でもね、うまくいかんかったらね落ち込むんですよ、おっちゃんもね。なんやろな、このカメラもう結局多分使わんことになりそうやけど、これでも多分 2,3 万してます。ごめんなさい、マイクしてますもんね。これとこれが近いからかな。絵を描くという気持ちじゃなくなってしまいますよね。なんかこうメンバー限定、メンバーのみで今度近々また実験させてください。ね、一般の人にはなんか申し訳ないので、メンバーの人はそしたらちょっとね、いろいろこう遠回りしても許してくれる寛大な人たちが多いので。オレンジ色、ちっちゃい声で喋ってます。ちっちゃい声の方がいいのか、大きい声の方がいいのか。治りました。いや、なんか神経質になりますよ、この言われたら。神経質になりますよ。ね、願望寺、草壁さんの願望寺、ここのね色をね、まあなんか質問あったら答えれない可能性も今日はちょっと高いですがしてください。治ったというあれもありますが、また戻るということも起きているみたいなので、あまり楽観的には考えず、ね、最近になってこれその問題が起き出しましたもんね。気にしないでください。優しいね皆さんね。やってみようと思って調べて試して、これって大事ですよね。トラブルを含めあまり気にしますよ。めちゃくちゃ気にしますよ。ねえ、今はどうですか？少し落ち着いてますか？静かめに喋りながら。これにつけたことが悪かったのかな。ちょっと変えたところで、どうしてもマイクがあれやったから少し近めにしたんですよね。まあそれも含めて楽しんでもらってるって言ったらね、いい方に頑張って考えますよ。この脳みそ、この精神状態で絵を描くってなかなか大変ですよ。これをつないで、ちょっと赤い屋根とかを描いていってます。ポルトなんか高評価出してきはった人いましたね。ポルトそうね、ちょっとこうピンク色に近いですもんね。屋根の色はね、町によって違うんですよ、やっぱり。でおそらくこれはその土地で取れる土の色とか、よく取れる土の色とかによって酸化鉄とかね、そういうのによって違うんだと思います。
今は大丈夫。綺麗に聞こえてます。やっとやね。設定はね、いじってないですよね、あんまりね。この側面マイクのこれのどっかに音を消すというミュート設定があるのかな。それをやればいいかな。全然わからないよね。今のものって説明書とかあんまないからね。おはようございます。音聞きやすい。よかったです。網走13度、寒いね。道東山下清ツアーで来てくれた彼女がまだ来てくれてますと。今日は山下清ツアーで来てくれた彼女がまだ来てくれてますって、あの方ですか？あの方？あっちの摩周湖の裏側の方っていうことでいいのかな？あの方来てくれてんの？あの方でいいのかな？それは彼女やからね。あとちょっとなんか髪の毛がふわふわっとしたおっさんではないでしょ。髪の毛ふわふわしたもう年中夏仕様のヘアスタイルのあいつじゃないでしょ。あいつとか言ってね。ねえ、もう友達僕少ないですけど、数少ない友達ね。この間も神戸一人、奈良もね一人一緒にこう旅回ってくれて、仕事をねあれで回ってくれて、いやー楽しかったですね。奈良にしてもね、本当にいろんなとこね。調子いいですか？音どうですか？最新のマイクね、最新のこれキャメラね、これキャメラマイクじゃなくてね、これキャメラです。ちょっと一回顔貸しますね。めちゃくちゃ優しいですね、あの方ね。そりゃね、それは嬉しいですね。で、ちょっと固有の色をちょっと大きめの面積で、塗っていこうかなと思います。で、例えばこの壁なんかは何色かなと思ったら、まあこの辺の色にやっぱ近いかなと。で、ちょっとこう青みがかってる方向で、薄く大きな面で、茶色すぎたね。でこれなんかちょっと失敗したなぐらいの感じでね、そこからまた色をいってるんです。アスカさんですね。こちらまつれてかな。よいしょ。よいしょ。エアコンつけてるせいかな。それもあるかもしれんね。蒸し暑いんですよ。エアコンつけてるからなんかこういろいろ反応してるのかな。もしなんか質問あったらしてください。
ねこう拭き取ってあげたり、またクワガタ遊びが始まってるな。さっきのコクワだよという声がしましたねそういえばこうもうちょっと大胆になんか絵の具で遊ぼうと思ってたら忘れてましたごめんなさい。サムネとパースに関してはあれやけど、サムネとちょっと違ってきてます。ごめんなさい。なんかこのぐらいでいろいろこう水浸しの状態でジャバーっとこう遊ぼうかな思ってたのを完全に忘れてしまいました。よいしょ。でなんかこう例えばこういうところとか、例えば下に物があって、でそういうところとかに少しねなんか濃い色みたいなのをジャーンとこうやってあげたりとか、空は少しこう遊んであげるような仕事も入れていってもいいかなと。よいしょ。とはいえこうな、よいしょ。こういうこうね筆は面も塗れるし、先端である程度細かい仕事もできるしというので愛犬家になりそうです。すごく本当重宝しますよ。ピュー面みたいなのも塗れるしね。弟ちゃんクワガタ触れるようになりましたよ。なったコクワガタだけですけどね可愛いですよねあれね。コクワガタだけですけどね、昨日もまだ行ったんですよ。もう幼稚園の後にもうね頭おかしいでしょ。皆さんの想像以上に頭おかしいでしょ。また同じ場所におるんですよね。あれもだからなんか本当に同じ場所でこうね、みちみちさんやら赤坂さんとか同じ僕と世代の人はやっぱクワガタ取りとか、でも東京界隈近郊出身のでもそうだね、赤坂さんとかそんなに都会の方じゃないかごめんなさいね。みちみちさんもそうか、ご実家聞いたらね、男の子はねなんかねああいうの好きっていうか、僕はもう完全に洗脳してるところありますけどねこの間とあるところで撮ってたら近所のちびっ子たちに囲まれまして、先生って言われたんですよ。嬉しかった。久しぶり先生って言われて嬉しかった。まっとうな人間じゃないからですね、もう先生と呼ばれるのは嫌なんですけど、申し訳ないなと思うんですけど、久しぶりに先生って言われて、どの木にいましたかって、取り方のコツ教えてくださいって言われました。途中からなんかコーチに変わってましたけどねどっちでもええわと思ったんですけどね。お兄ちゃんがそういう時誇らしそうな顔してるのが面白いですよね。へへへどやみたいなね、どやさ少し乾いてないうちになんかねスパッタリングしてみたりとか、ピヤ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 、そうこうしているうちにどんどん仕上がっていくんですよねと今日のねちょっと難しいから少し時間かかるかなとは初めから思ってました。2時間以内には終わらせますとは言うたんですけど、神戸のね油やっぱ難しかったですね。神戸でやったね。またね行きたいですね。神戸にしても神戸も熱狂的なね、あと岡山もね本当結構四国からわざわざ来てくれてはる人いたりとか、あと高野山でやってたライブ配信なんかね、なんかこうおさえさんのわざわざね公認ストーカーとして来てくださってですね、ああいう機会でもない限りこう高野山まで行かへんわって言ってはって、確かにそうですよね。でも行ってみたらやっぱ高野山すごかったですよね。なんかびっくりしましたね。すごいもうその辺界隈全体がすごいことになってて、
もし質問あったらしてください。一本で書いてますね。これ6号です。アバロンの6号です。すみません、伝えてませんでした。アバロンの6号。いろいろこう買ってみて、一通り試してみたんですけど、粗さ自体、紙の粗さ自体は結構粗いなっていう感じします。もうやっぱある種の粗さにはもちろんかなわんですけど、かなり粗い感じはして、それをこう活かして描きたくなるなという感じがします。で活かすということはこういうふうに例えば分離色みたいな感じでなんかね全然違う色で、結構グレーとか作ったら案外こうほっといても分離色になることあります。マイクの方向性の問題もあったのかな。高野山すごかったです。先生のおかげで行けました。いつかなかなか行けないです。スズメバチね いますよね。なんかあれでもどっちかオスかメスかって刺さないんでしょ本当かな。すごい怖いよね。どっちかやったら刺さないんですってね、スズメバチって。O チャンネルっていう、こう昆虫のすごいこうマニアックなチャンネルあるの知ってます？皆さん知らないでしょ。生物観察の鬼ですっていうチャンネルがあるんですうちのチビを見てるんで一緒に見るんですけど、そのOちゃんがすごくてね、あれをねスズメバチとなんか散歩するみたいな、すごいな。でもそう一瞬で見分けれるかしらね。でも何もせんかったら攻撃してこうへんから、もういたら退散ですよね。もうとにかく逃げるぞっていう感じで。でやっぱりこう樹液が出るっていうことはなんか調べてると、木のね幹をこう傷つけていくって。で大体やっぱりこう人がこう故意的に傷つけたりとかしてもこう樹液って出ないそうですよね。だからこうスズメバチとかハチとかがじわじわじわとこうやっていってちょっとずつこうああいうふうにねくちばしでギギゴギゴってやったら樹液が出てくるということで、昨日もね大きいね、ほんと昨日も大きいこうヒラタクワガタが穴の中におってね、もう惜しくも取れなかった。悔しかったで全体で切ってきたでしょ。ここは難しいかな皆さんね。針が産卵管なんでオスは刺さないですね。すごいね。Oチャンネル見てます。赤坂さんのやっぱ私たち世代の中高年のおじさんにはもうやっぱね YouTube であんなクワガタとかを Oチャンネル以外もあるんですけど撮ってこの6月はいいですよなんてもう目から鱗でしたもんね。ほんまかいなっていう感じで行ったらほんといるんですよね。もうなんか夏休みのイメージやったんですけど、ちょっとここからなんか暗い突然普通に喋り出すというね。暗い色とかを少し差し込んでいきましょうね。それが差し込んでいくときもやっぱ画面の全体見ながらアクセントとして一箇所にぐーっととどまるんじゃなくて、特にスケッチとか行かれたりするときはそういうとこ注意してほしいんですけど、ちょっとこう部分でアクセントとして、やってあげるという。また話すみません違うんですけど、高野山の配信見てくださった方で初めの伽藍動画なんかであそこでなんかアルゼンチンやったっけなんかの人が声かけてきてですね、でその人が次の日福岡の方かなんかで水彩の次の日っていうか次の週かなんかにね行くということでなんていう話をしてたんですけど、その教室に通ってはる人からメール来て実際やっぱ来てましたよって言ってですね、すごいよね。世界的に人気があるってすごいよね。やっぱすごいよね。僕がやってもね絶対来ないですもんね、海外なんかね。で例えばグッと押さえるとこっちの方に寄ってしまうので、例えば少しこちらの方も画面の中でこの車でちょっとラフにこれは描いていってます。
まりこう全部が全部こうね窮屈にならないように。でもこの下地のこの分離色なんかも綺麗やったりするから、でちょっと端の方まで抜けていくような。すみませんね、本当今日は音声が悪くてごめんなさい。例えばこういうところなんかに、でも前後関係みたいなのをやっぱりこう多少は意識しながら、とりあえず置いてみてもいいと思います。とりあえずね、よいしょ、グッグッグッと広がりましたよね。O チャンネル見てますってねすごいね、昆虫観察のありですってすごいよね。もう顔出ししてないんですけどね、あと皆さん何見てます？やっぱ昔からこうそういうYouTube 以外でも配信とかされてきた人上手ですよね。なんかね、たまにこれさんって知ってますこれさんのたまに大体なんか僕はニュースを見てるんですね。ドラマとか見てない時はニュース見てます。あれは何や TBS の BS のやつとかが YouTube に上がるんでとか、フジテレビとかテレビ東京とか、あとさっき言った高橋さんの、番組とかで政治家とか出てたら大体見るんですけど、もう本当になんかぼーっとしてる時っていうのはこれさんの方配信とか見るんですよアーカイブで残ってるやついや世の中にいろんな人いて、なんか勇気づけられるというか、自分の私自身のダメ人間っぷりが薄むっていうか霞むというかね、見るともうダイナミックな詐欺師出てるなとかね、詐欺師にあれしてるなとかっていうのを見たら、自分自身がちょっとだけまともな、一生懸命頑張ってるまともな人間にもいつもね、自分自身がもうクソ人間やと思って生きてるんですけど、あれを見るとなんか私の方がまだ社会貢献できてるなっていうふうにちょっと思ったりとかして、おりますけどね。皆さんもぜひね、そういういろんなね、テレビでは流せないみたいな感じですけどね、そういうのもいろいろありますからね。別に宣伝とかもね、皆さんすごいチャンネル登録者数なんで、私が宣伝するまでもないんで、ただ僕がダラダラ見るときにそういうの見てますという話ですね。どんな感じですか？岡田さんもおはようございますと。私の中ではライブは有明海の夕日がダントツなんですが、神戸の街並みも短時間であれ描くかって鳥肌、あれかな、ペン画で描いたやつかな、雨降ってきよったんですよねあっこよかったですよ。あれやつが教えてくれた、H 君が教えてくれた、あれ4番バッターやったんですよ。でほんまね、僕何回か話してる、私の一生懸命見てる配信見てはる人やったら、僕は入試の合格発表に遅刻したって話何回かしてると思うんですけど、そんなんに遅刻があるんやってね思いはるかもしれないけど、あれ彼のせいですからね。彼のせいで、僕は遅刻したんですよ。彼が不安やから合格発表を見に来てくれって言って、僕は絶対受かると思ってたんで、別にええよって言って、じゃあ先にそいつのを見に行って、でそのあと、制服の採寸があるっつって2時間ぐらい待たされたんですよ。ほんまですよ。で当時携帯もないから暇で知らなかったですもんね。それで制服の採寸終わったわっつって、制服の採寸が終わって、さあ私の見に行こうか思ったらもう夕方5時ぐらいで、2時から発表やったんですけども、夕方でちょっと薄暗くなってましたもんね。で見に行ったらもう合格の掲示板がなくて、あれと思ったら上から窓のとこから校長先生が、これほんまなんですけど、校長先生が見てて、お君が沖野くんかっつって、はいっつって、もう合格発表終わったでって言われて、ほんまっすかっつって、僕は合格発表2時からとかしか書いてなかったから、別にね何時までとは書いてなかったから、終わったでどういうことですかっつって校長室に行きまして、校長室の床に置いてある合格の番号、受験番号を見て、君の番号あるかって言われて、はい、ありましたっつって、
おめでとうって言われて、早く中学に連絡しって言って、すんませんっつって中学連絡したら、早く帰っておいてっつってすっごい怒られたというお話があるんですけどね。なんかいいですね。いい雰囲気ですね。ペンガのライブですと。占い師ケンケン TV が勉強になります。占い全然信じひんのでごめんなさい、1ミリも興味ないですね。ごめんなさい。占いね、目覚ましテレビ、昔目覚ましテレビの高校生の時に毎日見てて毎日外れてんなっていうのを検証してました。あ、今日も外れたなと。ラッキーカラーは何々ですとか言うじゃないですか。今日の一番は運勢はいて座のあなたとか言って、今日ええことほんまあるんかいなと、ちょっとうっすら期待はしてるというおじさんがいるんですけど、やっぱり外れとんなっていうのも大体ですね。はい、占い1ミリも信じません。なんか占いってやっぱ当たるんですか、わかりませんが、1ミリも信じないですね。よいしょ。この間のモデルさんはお子さんたくさんいるようには見えませんでした。昨日のやつね、昨日のやつね。もともとは違うお仕事されてたんですけど、なんかその、配信の、手伝ってはるマネジメント的なことをしてはる人がなんか知り合いの知り合いみたいなね、紹介されてって言って、でなんかね、あの配信のあれってなんかいろんなあれがあって、でなんか例えばある数字までいくと歌手デビューできるみたいなやつとかみたいなで彼女自身はなんか福岡ドームで始球式をやりたいっていう、なんかそういうのも特典としてあるそうなんですよ。YouTube で言うたらなんか銀色の盾とかなんかそんな感じなんかもしらんけど、ってでそれを目指してるんですって言ってはって、そうなんすかつってねえ、ああいう人にね、もうどんどんね、皆さんも話聞いてね、政府の人とかも聞けばね、市レベルかもしれないですけどね、市区町村レベルかもしれないですけど、さてちょっとだけ細い筆を使いつつ書いていこうかな。先ほどカメラを外した後は安定して、やっぱこれか、この子かなんかミュート機能ってあるのまたみちみちさんに聞いてるみちみさんそうよ、めっちゃ助かってんねんからね、おっちゃんね。こういうのとかもうこれしかないです。横目はこれしかないです。後で写真撮って送ろうかな。でも OBS の設定ではもうね、この今使ってるマイクだけぶっ刺してますっていう風な設定だったんですけどね。ごめんなさいね。それでやったのか。よいしょ。もう全然乾いてへんな。ちょっとこれだってでかいな。ちょっとちっちゃいの欲しいね。ちっちゃすぎてもね、このサイズぐらいの作品だとね。あと腰ね、穴目を打った筆の腰。腰は大事よ。うどんもそうでしょ。これちょっと腰がもうないね。探してきていいですかごめんなさい。600円か。お腹空いてきた。失敗した。お腹空いてきた。細く長い線を引きたいというわけじゃないんですよね、今私の気持ちは。ちょっと面も濡れて細かい仕事ができるような筆がないかなと今一瞬探していたんですけど、毛先になんか毛がついとんな。なんか皆さんが教えてくれたやつで、やっ
っぱりこう描きやすかったですけど、細い線は引けるんですけど、その面を塗るということはまた見た目あかんなあかん、もうほんとどれかやらないかな。これぐらいがいいかもしれないな。まあね、いつもこんな感じですよ。筆探し大戦争。もうちょっと毛先がなんかもうちょっとこう緊張感を持って描けるぐらいになってきてくれてるような感じが嬉しいが、ちょっとそれは厳しいか。1時間12分。マイクトラブルがね今日もありまして申し訳ありませんでした。もうね落ち込みますよね綺麗にいった放送っていうのが最近ちょっとなくてね、なんか生配信のこれ家からやるやつね、なんかすっごい申し訳ないなと。案外落ち込んでるんですよ、こう見えても。ほんと申し訳ないなと思ってます。すみません。よいしょ。ちょっと拡大しましょうかね。でもありがたいことに100人を超えてきましたのでちょっと嬉しいですね。ちょっとパレットは映りませんけども、少しこう横から画面が見せれないのでね、ちょっと画面のね端の方まで手いったらすみません、見えなくなりますが、もし質問あったらしてくださいね。ここからなんか安定したダラダラした感じになります。ケンケン先生は本当は占い師ではなく、はい、感想師。わかりました。ごめんなさい、申し訳ございませんでしたすみません、申し訳ございません。松間さんごめんなさいね、すみませんでした。東京都もね都知事選ねどないなるんですかね、本当ね。まあ、佐賀は今山口さんって人がやってて、前回もほぼもう圧勝やったからね。次参戦になるのかな、出会ったらまた圧勝やろな。でもなんか県よりも市町村レベルのがなんか子育て、僕本当もう子育て政策一本ですから、本当にもう税金が高かろうがそれはもう文句言わず、なんかお茶会ぐらい誘ってほしいですよね。この人いっぱい税金払ってはるな会みたいなね。なんか、何月何日のお昼に、コーヒーでも飲みながらどうですかみたいな。コーヒーでいいですよ、ケーキとかいらんですよ、それ税金やからね。それぐらいあっていいですよね。なんかね、そういうのあったら嬉しいですよね。車座対談みたいにね、いっぱい払ってくれてありがとうございますって言われたら、もうお茶それだけでもね有頂天になりますからね。水彩画は神が大事だと思いますが、今日の神はアバロンです。ちょっとこう波打ってますね、波をね。まあ、値段とかももちろんこうあったりしますからね、高ければいいっていうね。例えばある種なんか僕は結構こう面白がって、そのある種のアラメっていうのは、面白いですねっていう感じはありますよね。でなんかやっぱね、本当はなんかこう木炭デッサンのね、あれがもうあれアルシュ社やったかな、木炭師ってもう一択なんですよね。あれが日本の紙会社で作れたらなと思うんですけどね、なんかすごい大変そうなんですよね。めっちゃ高なってますもんね。あれ500円ぐらいするんでしょ。見てる人でね、若い人とかで石膏デッサンやってるとかいう人とか、若くなくても石膏デッサンやってるとか、木炭師今これぐらいですよとか、まあ、調べれば 1秒で分かるんでしょうけど、僕の時本当に170円で190円やった記憶ありますよ。それぐらいだったですもんね。で今もめちゃくちゃ高いんでしょ。びっくりしますよね。都知事選、蓮舫さんに副知事じゃダメなんですかとインタビューしていた記事を見て
じゃダメなんですかね。あのイメージがもうねちょっとかわいそすぎるぐらいついてますよね。まあね、あのイメージがね事業仕分けな、一人でもなんかいいから芸術家うんぬんかんぬんみたいな制作打ち出してくれたら嬉しいですけど、もちろん絶対そんなんいないですけどね。細かく読み込んだらあるんかね。で昔やっぱ石原都知事は息子さんがねアーティストやったりするから、ちょっとそういうので芸術家支援というかあれをやってましたよね。何やったっけ、東京ワンダーウォールとかね、東京ワンダーサイトとか言って、なんかやったりしてましたけど、あんま政治家の人でねその芸術家の作品を買って、税金控除されるとかそんな素敵なそういうのがあればね、ちょっと皆さんもね買いやすくなったりするしね、そういう芸術とか文化って育てていかんといかんもんなんですけどね、全くそういうところにね目が1ミリも向いていないというですね、それぐらいかな。でもそんな誰も公約に掲げてくれませんもんね。お前が出ろとか言われそうですけど絶対出ないですよ僕は。もう絶対僕はなんかね一番向いてないです。議会で寝ます僕は。はい、絶対もう 100% もう今から宣言しておきます。もしそうなったらならないですよ。1万%ならない。議会で寝てだいたいいびきかいて寝てね、恥を知れ恥よって言われてすいませんって言って謝っていうのがもう目に浮かびますので、絶対それはありませんよね。よいしょよいしょ。まあ細かいね描写もし、こういうところにね皆さん結構グダグダと書きすぎるところあるんですけど、このなんか面やからあんまり強く書きすぎないようにしやんといかんですよね。調子よくなってきた。岡田さんと赤坂さん自分でも見間違えますこれ結構配信始めた時からのね一つの面白あれなんですよね。あともう一人ぐらいいましたよね。あと昨日コメントで久しぶりに秋安さんが秋安さんちゃうわ秋安さんか秋安さんは配信者の方で秋安さんがコメントくれてましたね。嬉しいと思って、一番初めのもう配信始めた時にね結構コメントくれてたりスパチャくれたりとかしてた人で、久しぶりやったから嬉しかったですよ。秋やんっていうのがもう僕呼ばれてるかと思いましたって言ってと思ってね、久しぶりやったから嬉しかった。元気してますか秋安さん、今日もお仕事ですか。秋安ちょっとこの辺ね映ってないかな。嬉しいね、なんかだいぶなんか廃盤になったんですか。お魚兄弟かなチャカメファイヤーって何？チャカメファイヤー赤勝秋安さんお久しぶりです。漫画家の方がそういえば漫画家の方が参議院の議員になって誰やろ。漫画家の方なってました。繰り上げ当選的なあれですか参議院って。誰やろな。誰やろ。いやもう絶対嫌ですね。あんな地獄の会議なんかもうゾッとしますよねあんなね会議一番しんどいですよね。
やっぱ皆さん東京都にお住まいの方やったら誰がおるかな。赤坂さんはじめ伊藤千恵さんは東京かな、言うてないかな。伊藤夏美さんの方やな、夏美さんとか、みちみちさんとか、あとは東京都在住、このコメントくださってる東京界隈の方、やっぱ近くの選挙ポスター面白いことなってるんですか面白いことなってるんですかねえ。違法やないけどね、なんかね面白いですよね。あんまそれ以上は別に言わないですけどね。 NHK をぶっ壊すって言ってはる人でしょ、あれやってんのね。面白いですよね。自分の宣伝しまくってるという皆さんね。いやー面白いね。なるのかね、あれなるんですか。あんな程度でなるんですか。私は分からんけど。よいしょ。1時間22分経ちました。お茶飲ましてください。東京芸大も授業料値上げ。もうね、いやー本当にね、学費無償化言うてる中でもう業にやして先に上げたってこと。光熱費がすごいみたいですね。特になんか関東圏の方はなんかちょろっと聞いたんですけどね、その東京芸大の関係の人のちょろっと聞いて、なんか東京芸大だけじゃないんでしょうけど、やっぱ光熱費等がすごいみたいですよね。大変ですよね。そういうのもまあワンワン会議するんですよ。まあ今やったら大部上層部理事会とかがバッと決めてもトップダウンで降りてくる可能性高いんですけど、いやそれぐらいなんかね、なのにこう無償化言っててできるんですかね。それねちょっとよくわからんけどね。なんかね、まあ僕が勤めてた伊豆大学は前の学費値上げで一番最後まで値上げをしなかった大学というので当時話題になってましたね。そういえば一番最後まで気概があるやないかって言われたけど、半年後ぐらいに値上げしてはったんですけどね。学費大変ですよね。親御さんとかも含めてね。なんかね、国立だと200万ちょっとになるのかな。なんかね、なかなかね、4年間でね、プラス、入学金とかかな。まあ、あとはちょっと薄くこう重ねながら深みを出していくという作業をしていっております。もし何か質問あったらしてください。ひとしさんごめんなさい、埼玉ですね。僕も埼玉も東京も茨城も、千葉は住んでないな。茨城も住んでましたね。茨城県。よいしょ。書けそうでしょ皆さん。今日のはなんか音声悪かったけど絵自体は簡単そうでしょ。いけそうでしょ。特にね稲葉さんとかこれ楽勝でしょ。これぐらい急に振るというとか言うてはるでしょうね。稲葉さんとかね、もうおめでとう、会員になられたとかいうね、おめでとうございました。本当に楽勝でしょ。今日のめちゃくちゃ簡単でしょ。これ誰でもできるじゃないですか。今日のはね、透明水彩ユウさんとかできますか。アメリカのもね張りましたかね。また振られた突然と。透明水彩をずっとやってて、やっぱアクリルのがまあそれぞれ絶対画材向き不向きありますよ。でもやられるってことは僕は大事だと思ってるんですよね。でちょっとまた実力とかついてきたら後ほどやってみたりとかすると意外と後で書けたりするってこともありますからね。突然振られた。ちょっと小木曽のおっさんに突然振られた。50年前、授業料3万円でした。先生質問です。生物画でいつも背景色に悩むんですがコツとかありますか。背景色に悩む
生物画、ミミマールさん、油絵ですか、水彩ですか、油絵っぽいアクリルですか。ちょっとそこだけ教えてもらっていいですか。生物画、デッサンですか。ちょっとその絵を見ないとこれは多分全部に対して答え違ってくるんちゃうかなと思いますので、まあなんか何か置いたらいいと思いますよ僕はもう分からんかったら悩むとか悩むとか言うんやったら置いてあげて、でそこのところのものをしっかり描いたりラフに描いたりっていうのが一番楽っていうかやと思いますので、皆さん結構そういう生物画で悩まれてる人いるかもしれないですけど、何度かお見せしたかと思うんですけど、ちょっと見せましょうかね。これ確かおさえさんがこのリクエストじゃなかったですか、この電車書いてるの違ったっけ。なんかそんな記憶がある。間違えたらごめんなさいね。こう電車とか乗り物みたいですという言うたような。ミミマールさんから来てない。水彩ね。で何でも難しかったらちょっと待ってくださいね。よいしょ。ごめんなさいね、分かりにくいですけど、僕こんなん作ってるんですよ。見えますでここに、物を置いたりとかすると、一応後ろとかもなんかこういう空間とかこういう空間、要は後ろに何か出てくるじゃないですか。わかりますかね。でここになんか例えばね、なんかあれへんかな、近くにあれへんからあれですけど、後ろに例えば、布でも引いたりとかしたりすると後ろに何かが来たりするでしょ。そうすると後ろ何かかけるじゃないですか。悩まれてるやったら意外ともうこんなんをポンと作ってしもて、わかります。単にちょっと厚みのある板と、ちょっと薄いベニヤをここを貼っつけて、木ネジかなんか売ってるだけでしょ。これ見えますかね。木ネジかなんかで売っつけとるだけなんです。で L 字の空間作って、そうすると背景も何かがあると、真っ白っていう状態でもええし、こんなん作られたら案外皆さんそんなにお金もかからへんし、悩むよりはね、有無が安し、という感じしますけどね。なんかこう全くこう描かないというのも一つの手やと思うし、今のやったらばうっすらとこう影が落ちるとか、花置いたら影落ちたりするでしょ。なんかそういうのもドールハウスみたい、そういうことね。というようなのは僕のおすすめではあります。皆様のおすすめの、もう本当になんかね、僕もやっぱ皆さんと同じで、やっぱりなんかないと描けないですよ何も見ずに描ける人を尊敬します。この間も伊藤千恵さんのね、イラストをちょっとお借りしてこう描いたりとかしたんですけど、やっぱり僕も何も見やんと描くの難しい。ちょっとそういうのホームセンターでただ木買ってきてるだけです。あんなもんね。そんな難しいこと、どこに売ってるんですかとかよく聞かれるんですけど、売ってるとかじゃなくね、ホームセンターでただあれぐらいの木とあれぐらいの木買って、ヒュッとこうくっつけてるだけなので、皆さんでもできますから、もしこう配信今日見ててね、そういう風に自宅で書くとき悩みますとか、なんかこうカルチャーセンターとか絵画教室とかやったら、奥に見えるものをなんか利用して、向こうに人がもしいたら、火とかなんかのこう陰影とかを利用して描いてあげ、なんかここの辺にこうイーゼルが向こうにあるな思ったら、そういうのを、全部かっつり描くんじゃなくて、少しこうその利用してあげて、なんかこう
書いてあげるというか、形区形を構成の中で、書いてあげるとか、一気にギアが上がってきましたね。ぼちぼちちびと遊んであげようと。兄ちゃん来るかな。まあ、さっきはパジャマやったからね、お兄ちゃんね、もう夏の少年満載で今ので返しはいいですか？わかりました、やってみますと。お手製。なるほど、勉強になります。言いました、ありがとうございます。電車や車の書きたいのに一生懸命書いても変になりますと。画力はもちろんですが、愛がいや、僕もあんま愛ないですよ正直愛ないですよ。愛ないですけど、まあなんかね、落ちてる地面の影って結構大事かなと思います。でそれによって、まあ、光のこうあれとか、もう光の位置、これやったらほぼ真上から光来とるなっていうのも分かるし、で、落ちてるっていう影をで、まあこう面でこっちの正面と側面っていう意識だけは持っておいて、僕も全然愛ないですよ。電車とかごめんなさいね、電車好きな方申し訳ないですけど、そんな昔は好きだったんですよ、子供の頃。よくいわゆる撮り鉄の走りですよ。もう本当にキャメラ持って電車を高槻駅によく撮りに行ってました。ブルートレインとかも乗ったことありますし、はい、昔は電車好きで今1ミリも興味ないんですけど、私個人的にはなんかね、リニアモーターが乗ってみたいなっていうのはあるんですけど、いろいろなんか問題起きてるみたいですねちょっとね、離れたところに住んでるとなかなかそのニュースが新聞とか取って読んでたら入ってくるんでしょうけどね、やっぱり自分の興味あるニュースとかしか入らないようにこう世の中になってきてしまっているとか、私の場合かな、なってきてしまっているのか、ジャイアンツってなってしまうので、野球とかね、はい、ね、でもなんか水がどうちゃらこうちゃらみたいなのがあったりするんですか。なんかね、難しいですね、なんかね、本当はね。東京外苑の問題なんか本当全く知らなかったですもん。あ、こういう問題起きてるんやって。よいしょ。ざっくり書いてかっこいいですか。ありがとうございます。まあ、こういうことを話すとき、別にどっちがとかいい悪いとか言ってないですよそこまで勉強もしてないし、完全な当事者じゃないからね。でもなんか、こんなこと起きてんねやなっていうのですね。現地でも情報入ってこない、ね、街のざわめきが聞こえてきそうです。いや、まだまだ全然まだまだ書いてないです。申し訳ないちょっと前半ね、音声の不良があって申し訳なかったですいや、このさっきのカメラどうしよう。少しずつね、もうこんなんもう水で上げていくしかないので、あとはですね、ただ前後関係とか主役とか脇役とか、あとはここの、床の床の石畳、今白結構入れました。書くときはあんまりこう目立ちすぎんようにしながらね、結構ここにこうなんか強いのビャンと置きすぎてしまう人いるので、写真にはそんなに写っていても、始まったぞ。限界か、我が家の限界説。うるさい、うるさい、うるさい。うるさいぞ。子供嫌いな人にはね、このチャンネルはもう地獄でしょうね。見ないでしょうしね、見なくていいです。先生の腕いい色にこれでも今年日焼け止めになってるんですよもうね、これでも日焼け止め塗ってるんですよ。もう強力、もう鈴木園子さんプロデュースとかの日焼け止めとかそういうの探さんといかんかな。
もう無理でしょ。もう諦め。僕去年に焼けた日焼けが結局1年間取れんかったですもん。もうじじいになってきて、多分もう再生能力なくなってきてるんでしょうね。腕のなんかもうここのなんか見えへんと思うけど、ここの線がさ1年間消えんかったですもんね。子供たちに日焼け止めを塗るのと一緒に、もうお兄ちゃんももうダメですね。弟はなんとかね色白のまま生かしたいんですけどね、可愛らしいね色白少年をねもうなんとかしたいんですけども、無理やろうなと。どうやったらいけるんですかね。いや全然まだまだやな。手数が全然足らんな。このタイプ、あとはね水の量とかを調整しながらとかって色白な小木曽先生想像できません。今気がつきました。今の白い板を前にで話されてたらややエコーが感じたので、やはりカメラも外すことによりエコーがなくなるんでしょうか。なんやろね、ここになんか遮るものみたいなのが来たんかな。なんやろね、分からん。なんか賢すぎるんやろねこのカメラがね。分からん。全部やなくともちょっと手前の方だけでも石畳を描いていこうかなと。いやー楽しいは楽しいけどな、うまくなその辺の配信がねできるとね。もうねそういう専門学校通おうかな。ちょっとずつ密度がね上がってきて、完成度が上がってきている感じがするのが分かってもらえたらおじちゃん嬉しいなというふうに思います。音声トラブルすみません本当に。よいしょ。頭ゴンしましたね。どんどんあれしてますと。大きな声で泣いております弟が頭を確実に打ったような音がしました。ガンという音がしました。ちょっと雨が上がったもんな。外出ていく気やな。やめとけ、びちょびちょになるから。もうやめとけ、やめとけ。お父ちゃんもう終わるから、配信終わるから11時に着替えときって言うたんやけど、ちゃんと着替えてるかね。よいしょ。このパースね、ここのパースとか車の人なんかね。質問大丈夫ですかね皆さんね。何かあったらしてください。よいしょ。読み忘れもあったら誰かフォローしてください。なかなか1時間半、1時間40分ぐらいじゃ皆さんね、こんな書けへんでしょ。さすがでしょ、おじさん。マイクトラブルにも見舞われながら、半泣きになりそうになりながら、50前のおっさんがね、それでもめげず頑張るという。次回はもうこの基本真上からだけ、もう一個カメラあるから、
こいつをつけてやろうかな。じゃあな、またね、昔使ってたんですけどね、これね、映ってないね、こちらつけてやろうかな。買ったこれはどこ行ってしまうかな。ほんと、もう一回丸に次してみるね。丸に近いやつね。よし、してみるね。ごめんね。いろいろ試してみよう。よいしょ。丸にしたよ。丸にしたよ。丸にしたよ。丸にしたけどどうかな。ね。もう本当に。そうか、みちみちさんだけにリンクを教えてそのテストをしてもいいかもしれないね。そういうあれをね。どうですか皆さんそうみちみちさんがね忙しくておらんかった間に結構このマイク問題起きてたんですよ。そうよ、いてもらうと困んねんでおっちゃんね。もう本当にもうね。忙しい時はもう忙しい仕事をしてもうていいんですけど、暇な時あったらまた覗いてね。よろしくね。東京も梅雨ですか。もう花粉症は終わりましたか皆さん。なんか細かい描写していくと今度は初めに塗った陰影みたいなのがちょっとね光影の陰影みたいなちょっと弱くなってきてるので、もう一回最後にちょっとちょっと強めて、終わろうかなと思います。ちょっとすいませんでした。今日はもう本当マイクのね申し訳ございませんでした。懲りずに頑張りますのでお許しください。おじさんが一人でやっております。もちろん誰も周りにはいません。いるのはうるさいチビたちがたまに来るだけの配信でございます。本当にうるさいです。朝6時から起きてます。やつらは。お父ちゃんは朝方まで仕事してました。よいしょ。よいしょ。こっちの方がいい？どう？感度が良すぎるので音声ミキサーのスライダーを少し出ました。ちょっとやってみようかな。音声ミキサーのプロパティ詳細オプション、音声ミキサーのスライダー、音声ミキサーのスライダー、それ全然わからへんな。音声ミキサーの音声入力キャプチャーのプロパティを押すの？それで規定値わからん。スライダーって何やろね。ボリュームじゃないのかな。このゲインってやつ、これねパチャーンなゲインってあるんやけど、これをちょっと下げたりするといいかもしらん。これを下げたりするといいかもしらん。わからん。感度が良すぎるので。ごめん、もうわからん。もうわからん。近すぎるのかもしれないね。もうちょっと次回やるとき話しとこうか。すごいです。喋りながら書いたよね今日もね。敵は地獄のデストロンチュ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 ン。まあ1時間半ぐらいやったらね許してもらえるんじゃないですか。これぐらいでもうちょっとなんか大胆にかすらせたりなんかねしたいね。ちょっと待ってね、ごめんなさいね。いたぐれリズチャンネルさんどないでか。ちょっとゲインっていうやつをゲインやからL とかっていうこと？ゲインって書いてあるんですけど、それをちょっと前よりマイクを近くしたからただ書きやすくなったんですよ。椅子とかを用意してもうめちゃくちゃ書きやすくなって、時間的には今2時間近くやってるけど何にもしんどくないです。
何にもしんどくない。よく聞かれますけどね、何時間ぐらいかけますかって。喋らんかったらもっとかけますよ。これでなんかね、これこれさんの配信かなんか見てたら5時間ぐらいかけますよ。誰やねんこれこれさんって思ってはるでしょ。マイクを離すだけでだいぶ変わると思います。これがね、もうね、なんかね、後でやるわ。近すぎるってことか。なんか昭和の人間はカラオケボックス行くとこうやってなんか近くでマイクで喋るイメージあるじゃないですか。近くで歌うね。そっか。良すぎるんか。感動が良すぎるのか。じゃあ小声で喋るね。おはようございます。おぎそです。こんな声で聞こえてるんですか？このぐらいの静かに喋ってやったら結構楽ですね。もっとね、夜中の放送とかできますね。チビが寝ててもね、相当静かに喋ってますよ。おはようございます。なんかあれですね、ドッキリみたいですね。何やったっけ、ドッキリ。おはようございます。ドッキリカメラやったっけ、ドッキリ。今あれやってるんですかね。なんかホテルの鍵もろって入っていくやつ。やってるんですか。まだやってるんですか。静かだった。静かだったな。すげえな。もしかして外行ってんかもしれんな。確かに前はね、もうちょっと遠く離してましたね。丸にしたけど、どっちがいいですか？はじめは丸、じゃなく、はじめはハート、次は、8で、今丸にしてます。どれがいいですか？寝起きドッキリ、こそこそ聞こえる、かなり笑えますと。音声ミキサーの下に出ている青い棒、これ、これを下げるね。確かにちょっと下げてみました。半分まではいかずとも 60% ぐらいにしました。これを下げました。ありがとうございます。どうかな。丸にしたんですけど、これですごいね。配信中に皆さんにめっちゃ助かる。リズチャンネルさんはあれですよ、広瀬試験さんでいいんでしょ。なんか皆さんいろんな名前持ってるかおっちゃんよう分かりませんが、広瀬試験さんでいいのかな。広瀬試験さんがね、あとは広瀬試験さんはこの間ね、あれで絵描いてやりましたけど、描けましたか？絵もね。よいしょ。少し下げたですけど、どうですか？ちょっと聞きやすくなりました。いやー、全然楽しいわ。全然ほら。なんか皆さんあとリクエストあります？こんなん書いてほしいとか、あんなん書いてほしいとか、あんなんとか、こんなんとか、こんなんとか、難しいのでもこんなんでもとかあったら、明日も暇なんですよ。明日も暇なんですよ。まあね、自分の仕事すればいいんですけどね、やっぱなんかね、せっかく雨降ってるしね、明日も暇なんで、もし可能やったらやりたいなと思ってるんですけど、音声が明日うまくいけばね、これいいですけどね。前よりいいです。いい音になって聞こえます。音がクリアになった気がし、嬉しい。丸にした方がいいです。いいんじゃないですか。よかった。本当？じゃあこれで明日も何も触らないですからね。マイクをもうちょっと離すかもしれませんけど、基本何も触らないですから。やっと、これがでかすぎたんやね。そうか、近くなったから、マイクと近くなったから、元のさすがいたぐれリズチャンネルさん、すごい天才が現れたさ。ということで、もしなんか今リクエスト皆さんあったら、透明水彩以外でもいいですよ、もちろんね。油絵でこれとか今あったらなんかください。横浜 M さん今来られました。今あったらしてください。明
日も暇そうなんで明日どうやって過ごそう。今日はなんとなくこう決めたんですけど、なんかあります？リクエスト。来い。女性をイラスト風に描いていただきたい。これ、この間やったばっかりじゃないですか。この間やったばっかりやけど、やりましょうか。アクリルかなんかで今度は透明水彩を、じゃなくアクリルかなんかでやりましょうか。皆さん賛成ですか？ね。拙者の花の絵が見たいです。拙者の花の絵ね。確かに、それもいいですね。今、うちの庭になんか咲いてるかな。拙者しようと思ったらこのカメラをこう下に下げるパターンと、ね、拙者花の絵が見たいです。雨の風景、すごいですね。あと8分で終わりますので、今3つ出てます。もう1個ぐらいもしあったらリクエストをたった9アンケートを開始する質問、もう1個ぐらいあれば。雨の風景全然自信ないな。イラスト写実以外アクリルと雨の風景、写真がないな。雨の風景、絵の具がゴテゴテ乗った海、ゴテ塗った海と、あと何やったっけ、歯の上の水滴みたい、雨の風景、水滴、水彩で雨、水滴、拙者の花、確かにね、今アジサイにあれですね、水滴、拙者の花、水滴あり、水滴ありでしょうか。こんな4ついきますよ。はい、あと6分あります。6分、あともうジャスト11時には終わりますので、はい、もうそれで一番多かったの、明日やれそうならやります。やらんかったらごめんなさい。確定はしません。一応やる方、暇なんで。明日どうしようかな。皆さん、はい、もうピッとグッと押せばあれなんで、一応写実以外って書いてありましたけど、多分これ全部写実以外なんで水滴のやつだけ写実か。はい、写実的なね。水彩で水滴ね、確かにね。アジサイ、うち庭にちょっと、あれが咲いてるわ。柏葉アジサイ咲いとるわ。もうなんか、よれーっとしとるけど、それやったらすぐ写真撮れるわ。いけるわ。ね、皆さんいけるわ。ということで、ペペッと押してください。ありがとうございました。本日もね、ごめんなさい、長い2時間。今日音声すごいいろいろいじって、皆さんのおかげでちょっと良くなったかもしれません。アジの開きごめん。白樺の林、豆腐と今来た。夜の風景。いや、いっぱい来た。ごめんなさい。もう、田植え、背中さん、雨の田植え。もう雨ばっかやね。雨の風景っていうのが多いね。雨の風景。ごめんなさい。もう皆さんコメント遅い。もう、あれどうやって忘れたっけ、女の子のイラスト風じゃなくて、雨の風景、拙者の花、水滴あり。だから拙者のあれと雨で描けるかな。自信ないな。クソ老眼じじいは。描けるかな。でもちょっとね、なんか皆さんそちらのあたりかな。田植えね、今田植えのね季節やもんね。今からこう取材行かなあかんちゅうかね、あれやもんね、田植えね。という感じでございました。いや楽しかった。ごめんなさいね、音は本当悪かったです。申し訳ない。明日以降改善してくれることをこの、気まぐれ
Windows 君が、ということで、一応雨の風景と拙者の花、雨似てるんですけど、そのあたりを明日やろうかなと思います。ゴテゴテ塗った海と、34分中、合わせて、90% 来てるので、なんか雨とアジサイぐらいの感じになるのかなと思います。アクリルと透明水彩とどっちがいいんかな。あんまネチネチ書くのな、嫌やねんな、ライブ配信ってね、疲れるからね。という感じでございました。すみません、本当に音、今日はありがとうございました。皆さんのおかげで、ちょっとマイクを次回、ちょっとこの元から外さんといかんから、少し音が、初めからずっと悪くて、申し訳ございませんでした。拙者水滴、アジサイ、水車、雨がこうビャーっとなってるとかって、あれどうやってるんですか皆さん。僕も知らないんですけど、シャーっとなってるの、あれ誰か教えていただけたらと思います。水彩でアクリル希望、うわ、どっちや田植え、ルネッサンス肖像風、セイナカさん。セイナカさんをルネッサンス風に。いや、ちゃんと写真撮ってへんな。昨日の夜、セイナカさんの近く通ったんですけどね、夜中か6時ぐらい、クワガタ取りに行ったんです。白樺の林、ごめんなさいね。豆腐と油揚げ、あれやね、夜の風景。ごめんなさい、皆さんいろいろその後出ました。先生が若い頃の悩みを話す動画、別に聞きたないでしょ。でも僕多分それ動画撮ってるんですよね。ただメンバー限定にしてるかもしらんな。僕自身が恥ずかしかったら嫌です。アジの開きね、末永さんを田植えていって、コンバイン、水彩でアクリルで、もうどっちや水彩画でアクリルで雨の風景。今日も素晴らしかったでした。ありがとうございました。すいません。どっちか透明水彩かアクリルどっちかにしますが、まあ準備が楽な透明水彩の可能性が大ですが、雨水滴かけるのか、あんまり自信がないが、拙者の今から、庭のやつをキャメラで、撮影しようと思います。本日もちょっとちび一瞬、でもちびおらんかな。お兄ちゃん呼んでみましょうか。最後ね、せっかくやったらね。ちょっと YouTube 出る？とっくん、はちゃん。ちょっと YouTube 出る？出ない。とっくんはということで残念、公園に行こうとしているそうです。お兄ちゃんは出ないと言われましたので終わります。お疲れした。ありがとうございました。原因分かったかどうか疑問ですけどね。はい、お疲れ様です。